皆様こんにちは。リーダーシップ道場エピソード3へようこそ。今日もファシリテーターを務めますピーターです。よろしくお願いします。今日はあえて少し挑発的な質問から始めたいと思います。あなたは自分をリーダーだと思っていますか？さあどう答えるでしょうか？いやー、自分はリーダーじゃないと。肩書きもなければフォロワーもいないからリーダーじゃないとお考えのあなたであれば、今日はまさにあなたのためのエピソードと言って良いと思います。おそらくこの質問は文化によって答えがだいぶ変わると思いますが、おそらく日本では、いやー、自分はリーダーじゃないだろうと答える割合が高いんじゃないかなというのは私の実感です。少し、このリーダーシップ道場で考えるリーダーシップの定義に入る前に、面白い私の元パートナーの話を紹介したいと思います。エピソード2でもお話ししましたように、2000年頃、株式会社 E スクエアという、環境やサステナビリティのコンサルを手掛ける、そんな会社を共同創業しました。共同創業者は、私の倍ぐらいの年齢だった三菱電機アメリカの元会長、木内隆さんという方でした。今は亡き木内さんですが、彼はなんと三菱グループを作られた岩崎弥太郎のひ孫であったのと同時に、慶応大学を作られた福沢諭吉のひ孫でもありました。両方の血を引かれていたすごい方と一緒に会社を作ったわけです。で、この木内さんはそういう血を引かれていることもあったのか、常に日本にはリーダーがいないと。日本は戦後リーダーを育ててこなかった。すごく嘆いておりました。ところがこの木内さんご本人はものすごく謙虚な方で、少しも威張ることなく、自分の権威とか、あるいはその血筋を使う場面は皆無でありました。彼が考えるリーダーシップは何も上から命令をするとか、肩書きを振りかざすとか、人に指示をするとそういうものではありませんでした。自ら主体性を持って一歩踏み出して、自分の存在そのものが周りの人に影響を与える。そして勇気を持って新しいものに挑む。それが彼が考えるリーダーシップでした。そういう意味で、このリーダーシップ道場で捉えるリーダーシップも、木内さんもその考えに非常に近いと言っていいと思います。ということで、ここからこのリーダーシップ道場でどのようにリーダーシップを捉えているかを一緒に少し考えてみたいと思います。私は大きく3つの視点があって、そこはだいぶ一般的に言われるリーダーシップと違うところでもあるかなと思っています。一つ目はリーダーシップ道場なので場が重要なんですね。場に影響を与える。その場を構成する人たちに良い影響を与えて、動かすということがまずリーダーシップの基本だと思っています。これが一つ目です。で、二つ目は、リーダーと普通に言うと、肩書き、タイトルがあって、そしてフォロワーがいるというふうに多分イメージをされるかと思うんですが、全く関係がありません。肩書きはいりません。フォロワーも不要です。全くその二つがなくても、あなたはリーダーでいられる。すべての人はリーダーでいられるということが、二つ目の重要なポイントになります。そしてそのためになんですが、リーダーはやっぱりリーダーらしい振る舞いがあるはずですね。これはずっとこのリーダーシップ道場の中にいろんなアングルから考えてはいくんですが、4つの基本的な視点があると思っています。まず1つ目は、自他の声に耳を傾けて共感する。実はこれがリーダーシップの出発点です。普通は指示をすることがリーダーシップだと思うんですね。私は反対に思っています。聞くところからでなければ本当のリーダーにはなり得ないということで、そこは自他の声を聞くところというところが出発点になります。で、二つ目は、やっぱり未踏の地に一歩踏み出す勇気を持つこと。さもなければリーダーにはなれないわけですね。今までのことを当たり前のようにやり続けるだけではリーダーとは言えないので、一歩前に踏み出してイニシアティブを取って、主体性を持って行動すること。これが二つ目です。三つ目は、じゃあそうするにあたって、今の延長線上で未来を考えるのではなくて、リーダーは未来起点で、あるべき姿を掲げて、それに向けて自ら道を作る人だと思っています。そこも結構重要で、日々リーダーシップを自分は発揮できていないなぁと思う背景にはやっぱり現在にとらわれている。今の組織のあり方とか、これまでの仕事のやり方から抜け出せない。
ところがあると思います。そしてリーダーシップ定義の4つ目の視点は、その道を歩んでいくにあたって、決して英語で言うグレーターグッド、より大きな善。私はこのリーダーシップ道場で共通善と呼んでますが、決してこれを犠牲にしない。目先のために近道を取るとか、グレーの領域に入るとか、何か倫理的なものに犠牲をする人はリーダーにはなれないという、そんな捉え方をしております。つまり聞くところから始まって、イニシアティブを取って一歩踏み出す。三つ目は未来起点で自ら道を切り開いていく。そして四つ目はその中で決してこのグレーターグッド、より大きな善というもの、共通善を犠牲にしない。これがベースだと思っております。ぜひこの四つに対して、今ご自身はどうか、肩書きがあるとか、部下がいるとか関係ないです。でもこの四つは必ず関係があります。でこういう話をですね、ある日、毎日新聞の記者でしたけれども、取材を受けてしていたところ、その方は50歳前後の女性だったと思いますが、彼女は一番最後に、今日は非常に驚きが多かったですと。自分がリーダーでいられるとは一度も思ったことがありませんでした。しかし今日のピーターさんの話を聞いて、自分もリーダーとして振る舞えるんだ。自分もリーダーでいいんだということを初めて知ったという、そんなことをおっしゃっていました。これが実は非常に大事な気づきだと思っています。日本の戦後の教育では効率性を重視し、管理者を育てる。言ってみれば、金太郎飴的な、そういう教育をしてきたわけですね。そして正解が常に求められ、その中で自分がリーダーだと信じきれるような人が、どんどん少なくなっていった。日本にとっては、これが一つの悲劇ではないかなと思っております。なので、このリーダーシップ道場に付き合いをいただく人は、そんな発想はもう捨て去っていただいてですね、自分もいかなる場面においてもリーダーでいられる。場に良い影響を与え、周りの人々を前向きな気持ちにさせ、そして未来の道を切り開いていく。そんな人でぜひ会ってほしいなというふうに思います。そのためのリーダーシップ道場でもあります。このリーダーシップ道場は、Spotify や Apple Podcast、そして YouTube でもお聞きいただき、YouTuber をご覧いただけるわけです。で、このリーダーシップ道場は世界の若手リーダー、特にグローバルサウスで恵まれていない若手リーダーを応援する、そんな活動の一環でもあります。そのあたりにもご関心があったらぜひ概要欄をご覧いただきたいと思います。それではまたぜひエピソード4でお会いしたいと思います。そこではどんなタイプのリーダーがいるか、誰がその類型としてリーダーと言えるかにもう少し深く進んでいきたいと思っています。